こんにちは、あっかです。先日ですね、少し前になんですけど、私、気になるマウス買いませんっていう動画出しました。で、その中で触れていたんですけれども、スティールシリーズの AirLox9 という MMO マウスですね。こちら、ワイヤレスなんですけど、ちょっと使いにくそうだなと思って買うのを控えてたってお話したと思うんですよ。で、AirLox9 すごい期待してて、でもやっぱり使いにくそうで、なんかがっかりだなと思ってた自分がいたんですよね。というのもですね、私FF14 やるときに、こちらのマウス使ってるんですよね。これも以前動画でご紹介したことがあるんですが、レッドラゴンの M908 という MMO マウスになります。非常に持ちやすくてですね、重宝してるんですよ。で、この親指側のボタンもですね、しっかりと傾斜がついていて使いやすいなというふうに思ってるんですが、やっぱり唯一の欠点、この有線であるということなんですよね。この線がやっぱりデスクの上で邪魔だなと思うわけですよ。なので、MMO マウスでワイヤレス、そういったカテゴリーのものっていうのは結構探してました。で、ようやく見つけたというか、逆になんで今まで見つけられなかったんだろうっていうのが、今回ご紹介する製品なんですよ。それがこちら。ガムスピードの V8 Pro というものですね。いや、なんかもうエンジンみたいな名前ですけど。これですね、ワイヤレスで、MMO マウスと呼ばれる親指側にボタンのいっぱいついてるマウスになります。で、これ Amazon で買ったんですけど、なんで今まで気づかなかったんだろうっていうぐらい、前からあるようです。で、今日はこれを開封してみて、こちらの V8 Pro と、このレッドラゴン M908 と比較していきたいなと思うんですよ。こちらがワイヤレス MMO マウスの決定版となるかどうか、ぜひ皆さんも最後まで見ていってください。それでは行ってみましょう。はい、それじゃあ開封していきましょう。これですね、なんかパッケージが面白くて、磁石で開いたら、もうすでにマウスが見えるんですよね。ブリスターパックに入ってます。で、開けるときはこの上とか下とか開けるんですけど、先に付属品が出てきましたね。USB ケーブル。結構編み込みのしっかりした USB ケーブルで、片方がタイプ C、片方タイプ A になっているケーブルですね。これすごい使えそうですね。説明書関係が入ってるのかな。はい、説明書分厚いんですけど、いろんな言語で書かれているからということで、きちんと日本語の説明書もあります。これ一見カードのように見えて、実はですね、これ、ドライバーの入った USB メモリなんですよ。これいいですよね。あとは、ご丁寧に CD ついてます。これ USB メモリだけじゃなくて、これでもインストールできるっていうものなのかなと。なかなかちょっと今時こういうのついてくるっていうのは珍しいですよね。で、最後にこういったシールですね。グリップを高めるシールだとは思うんですけど、ツルッツルなので、あんまりグリップの感じにはならないのかなと。じゃあ本体開けてみましょうか。ここにレシーバーが入ってますね。基本的にはゲーミングマウスでワイヤレスなので、こういったレシーバーを使って操作するものになると思います。これ、Bluetooth は対応してないのかな？そして本体、出てきましたね。光らないと結構かっこいいというか、シックな感じなんですけど、これ、すごい、持ってみたらですね、ザラザラなんですよ。すごいな、これ。こっちのですね、レッドラゴンの M908 って、こっちが若干ですね、シリコンっぽいような、ゴムっぽいような質感になってて、で、この辺はもうプラスチックのつるっとした質感なんですよ。こういうところもですね。それに比べて、これ、ものすごいマットな感じ、見えますでしょうか？非常にザラザラしてますね。梨地の金属のような、そんな手触りもします。これはもう正直グリップテープ貼る必要ないぐらいに、グリップいいですね、これ。持った感じも自然かな。どうかな。持ち上げのグリップ力はやっぱりレッドラゴンいいですね。
こうキュッと持ち上げられる。これやっぱりちょっと若干やっぱこの辺が滑りますね。重さもちょっとやっぱりワイヤレスの部分だけこっちの方が重いかなっていう感じです。ちょっと重量測ってみましょうか。レッドラゴン M908 が 116g。まあこれケーブルがここに伸びてるんで、ちょっとこれだけでもだいぶ前後するとは思うんですけど、じゃあこっちの、ギャムスピード。はい。126g。やっぱりちょっと重たいですね。まあ、こっちのレッドラゴンに関してはですね、実はここを開けて、重りを足すことができるんですよね。で今その重り全くなくしてる状態、ゼロの状態なので、まあ、重りを入れていくと大体同じぐらいの重さにはなるかなといった感じです。まあ、対してこっちは、まあ、重りっていうのを入れる場所はないですよね。なんかこの辺にこううっすらと蓋みたいになってて、電池式なのかなみたいに見えますけど、まあ、基本的にはケーブルで充電するタイプのものです。あとここにこれレシーバーを挿しておけるみたいですね。すごい地味にここマグネットになってる。マグネットになってるんですけど、レシーバー挿すと飛び出るんで、このまま置いては使えないと。まあレシーバー挿したまま使うことないですけどね。で、これあれですね、マウスソールですね。さっきのシール、マウス自体のグリップのものではなくて、このマウスソールを滑りやすくするというか、まあ替えっていう感じでしょうかね。まあですね、とりあえず使ってみないとちょっとわかんない部分あるかなっていう感じなので、まあ、ちょっと接続してみましょうか。はい、それでは、ガムスピードのマウスの、ソフトインストールしてみました。実際インストールはですね、このカード、ここの USB メモリーから、簡単にドライバーを移行することができましたね。で、この本体の下側にボタンあるんですけど、オフのところを起点にして、上がオン、下が照明付きのオンということで、照明のあるなし選べるんですよ。試しに下にしてみると、こうやってライティングが光るっていうような形になりますね。この状態で使いましょうか。で、LED のライトはこのロゴの部分とホイール周り、それとこの前の謎のスリットの部分ですね。若干ガンダムっぽい感じありますけど、これがこう置いた時にですね、このマウスパッドをちょっと光らせてくれるんですよ。ちょっとこういうところもなんかかっこいいなというふうには思います。ではソフトの方見てみましょうか。で、接続するとですね、この画面になって、ボタンのカスタマイズが簡単にできるようになっています。やっぱり一番大事なのはこのサイドのボタンですよね。ということで、このサイドのボタンのセッティングっていうのがここずらっと並んでます。1から12までがこのサイドのボタンですね。で、1、2、3から12まで、数字振ってるんで、そのまま単純にやってるんですけど、私の場合は、FF14 で使うことを想定して、点キーの1から9、0まで、それと、点キーのマイナス、プラス、そして0ということで、当ててます。この0はですね、点キーではなくて、フルサイズのキーボードの0というところで、これはですね、ここの人差し指をちょっとずらしたところにあるボタン、ここに割り当ててますね。FF の中では一応フォーカスターゲットっていうところに合わせているような形です。で、ここに USB のポーリングレートあります。ポーリングレートってゲーミングマウスでは結構重要なポジションで、マウスから PC にどのぐらいの間隔で情報を送るかっていうことで、早ければ早いほど反応のいいマウスっていう形になるんですけど、これは MAX の 1000Hz にしています。で、今現在のバッテリーが 80% 充電されてますよっていうのが見えますね。で、次、アドバンスドっていうところで、ここで DPI の設定変えることができます。DPI はですね、この矢印でプラスマイナスできるんですけど、今こうやって切り替わってるのが見えますでしょうかね。800とか1600とか、そのあたりで使うことが結構多いのかなというところです。
でマウスの、加速度を決めたりとか、あとスクロールスピードを決めたり、あとダブルクリックの間隔を決めたりとかっていうこともできます。あとはゲーミングマウスにありがちなマクロ機能ですね。これちょっとまだ使ってはいないんですけど、いろんな、手順をこうセットしておいて、ボタン1個で発動するっていうことができるよっていう機能ですね。そしてライティング。今はこれネオンっていうことで、これデフォルトのやつなのかな。で、スティーディにすると色固定なんですけど、これですね。こんな感じで。レシピレーション。ブリージングみたいな感じでしょうかね。で、ネオンにすると、いろんな色が切り替わるっていう感じの、これぞゲーミングっていう感じの光り方をします。若干でも感覚は緩やかですね。アプリの操作自体は、そんな難しいことは何もなくて、基本的にはこういったキー配置を変えるっていうところぐらいでしょうか。それじゃあここでこのガムスピードのマウスのスペック紹介していきましょうか。なかなか良さそうですけどね、これ。まず、開封の時もお伝えしましたけど、表面の質感がかなりザラザラしています。このザラザラ質感がグリップを非常に良くしてくれるかと思いきやですね、ちょっとやっぱりこの小指側、薬指側が丸くなっていて、なので持ち上げるのはちょっと持ち上げにくいかなと、若干滑る感じがあるなというところですね。ただ汗かいてきた時に変な滑り方はしないんじゃないかなというふうには感じました。で、ゲーミングマウスらしく解像度だとかポーリングレートって高く設定されてるんですけど、まず解像度 16000dpi、800とか1600で使うことが多いんでしょうけど、やっぱりマウス本体の解像度が高いっていうのはなかなかの高性能だと思います。そしてポーリングレートは最大 1000Hz ということで、正直 FPS 向けのマウスとしても申し分ないスペックを誇ってます。で、MMO でそんなポーリングレート気にする必要あるのかなっていうぐらいなんですけど、バトルコンテンツとかで、しっかりと反応速度を最適化したいっていう方にはいいのかもしれません。で、接続方式なんですけど、やはり2.4GHz のレシーバーでの接続っていうのが基本になります。Bluetooth での接続はできないという形でしたね。ただ、一応有線での接続は可能です。この Type-C ケーブルで PC 本体とつなぐっていうことができますね。そしてワイヤレスで気になるのはバッテリーの持ち。このバッテリーですね、最大70時間持つということです。おそらくこの RGB 照明切った状態でっていうことなんでしょうけどね。まめに充電するに越したことはないんですけども、アプリの方でバッテリーの残量とかも出ているので、それを見ながら充電していくような形でしょうか。それでは FF14 やっていきますよ。一人でニーズヘック戦って初めてなんだけど、勝てるのかなこれって。即死攻撃とかなければなんとかなりそうですね。いやー、こっからいいですよね。これかっこいいマウスの具合いいですよ、なかなか。全然ワイヤレスであるってことは感じないですね。いいですね。よし、ほい。いや、なかなか感度もいいというか、
非常にやりやすいですね。単純な話、ケーブルありのものと感覚が変わらないってことですよね。しっかりとこの辺のなんですかね、アビリティとかいろいろ全部使えるし、はい、こんなもんではいいのではないでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。いや、なかなか使いやすいマウスに仕上がってましたね。もう MMO マウスって本当に種類少なくて、大手の、ロジクールだとかレーザーでも全然新作出す気配がないですよね。それぐらいニッチな商品なんでしょうと。で、この、ガムスピードもこのメーカー、このブランドでは実はこの MMO マウスこれ一択なんですよ。で、ケーブル付きの V8 っていうのとこのワイヤレスの V8 Pro っていう2種類しかもうないんですよね。なので、MMO マウスがちょっと少なくて自分たちで作ってみたかったっていうところの表れなのではないでしょうか。よくわからないメーカーだとしてもそういうニッチな市場を取りに来たっていうところはビジネスっていう観点でいくとすごい尊敬できるなというふうに思います。ただメーカー自体の知名度がないっていうことは入手性がどうなのかなっていう懸念点はあります。今は Amazon でしっかり買うことできますけど、壊れた時にどうなのかなっていう不安さはやっぱりありますよね。ただそれを差し引いてもですね、これ価格が安いっていうのがすごくいいところなんですよ。だいたい6000円前後で販売されています。タイミングによっては Amazon でクーポンついてたりとか、先日 Amazon プライムデーなんてやってましたけど、その時にポイントが増えたりとかっていうのもありますんでね、Amazon だと割とお得に買うことができます。同じく MMO マウスで有線のモデル、ロジクールの G600 とかレーザーのナーガ X っていうのはこっちのガムスピードのワイヤレスよりも高い値段設定になってますからね。そう考えるとMMO マウス全体を通して考えても安い部類に入るマウスなんじゃないかなというふうな思いです。しかも先日紹介した Aerox9 というスティールシリーズの MMO マウス、あれはですねワイヤレスではあるんですけど2万円ぐらいするっていう非常に高級なマウスだったんですよ。それと比べると、かなりお手頃だと思います。で、性能も申し分ないんで、もうワイヤレスの MMO マウス、もうこれ決定版なんじゃないかなというふうに今は考えてますね。で、やっぱり何よりもいいのはこの親指側ですね。親指側のこの傾斜のついたボタン。これがですね、こっちのレッドラゴンと全く同じ形状なんですよ。本当にこの傾斜がついてるっていうのが、この見ないで押せる、押し間違いのないというところに一役買ってますので、FF14 プレイされるっていう方にはもう本当におすすめしたいマウスに仕上がってます。デスクの上もすっきりしますよ。もし気になる方がいらっしゃったらぜひ概要欄からリンク飛んでみてください。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。